こんにちは。今日の解説はどんな本なんだ？なんだかタイトルからして、不気味な雰囲気がするな。こんにちは。今日の主役は、メアリー・シェリー作、ゴシック小説の金字塔、フランケンシュタイン、よ。1818年に出版されて以来、200年以上も世界中の人々を魅了し、そして恐怖させてきた不朽の名作なの。おお、フランケンシュタイン、か。名前は知ってるぜ。顔にネジが刺さった大男の怪物だよな。実はそのイメージ、後の映画化で広まったもので、原作とは少し違うのよ。そして、よくある間違いだけど、フランケンシュタイン、怪物の名前じゃなくて、怪物を作り出した科学者の名前なの。なんだって。じゃあ、この本は一体、一言で言うとどんな本なんだ？一言で言うなら、神を夢見た男が生み出した、悲しき怪物の物語、ね。単なるホラー小説ではなく、生命倫理や人間の孤独、差別の問題を鋭く問いかける、非常に深いテーマを持った作品よ。今日はこの、フランケンシュタインの魅力を、ネタバレに気をつけながら、じっくりと解き明かしていくわ。本日の解説メニューはこちら。第1章では、そもそもどんな本として、著者や時代背景を紹介するわ。第2章は、あらすじをサクッと紹介。第3章では、ここがすごい、本書の革新ポイント参戦。そして第4章で、この本が私たちに教えてくれること、を考えていくわ。まずは、この恐ろしくも美しい物語が、どのようにして生まれたのかを見ていきましょう。この本を書いたメアリー・シェリーは、なんとこの作品を執筆した時、まだ19歳だったのよ。19歳でこんな世界的な名作を、とんでもない天才だな。どんな人だったんだ？彼女の周囲もまた天才ばかり。父親は無政府主義の思想家ウィリアム・ゴドウィン、母親はフェミニズムの先駆者メアリー・ウルストンクラフト。そして夫は、ロマン派の詩人パーシー・ビッシュ、シェリーという、まさにサラブレッドなの。この物語が生まれたきっかけは、とても有名よ。1816年の夏、スイスのレマン湖畔の別荘で、夫のシェリーや、希代の詩人バイロン卿たちと過ごしていたの。その夏は火山噴火の影響で天候不順が続き、一行は室内で退屈しのぎにドイツの怪談話を読んでいたわ。なんだかすごいメンバーだな。そこで何が起こったんだ？そこでバイロンが、みんなで一つずつ怪談を書こうじゃないか、と提案したのが始まり。これが有名な、ディオダテ賞の怪奇談義、よ。この時、メアリーはなかなか物語が思いつかずに苦しんだけど、ある夜、恐ろしい夢を見るの。その夢とは、青ざめた学者が、生命の秘密を暴き、作り上げたおぞましい生き物のそばにひざまずいている。そして、その生き物が、不気味な動きで生命の兆候を示す、というものだったわ。この悪夢こそが、フランケンシュタイン、の原点なのよ。うわぁ、夢で見た光景が、あの大作に繋がるのか。まさに天才の発想だな。この本は、単なるホラー小説としてだけではなく、ジャンルとしては、ゴシック小説、や、SF 小説の原点、とも言われているわ。科学の進歩がもたらす光と影を描いた、先見の明のある作品なの。だから、特にこんな人におすすめしたい一冊ね。まずは、科学や倫理の問題に興味がある人。AI や遺伝子工学が発達した現代だからこそ、この物語の問いかけは非常に重く響くはずよ。次に、人間の心の光と闇を描いた、深い物語を読みたい人。登場人物たちの心理描写がとにかく巧みで、善と悪、愛と憎しみといった普遍的なテーマに心を揺さぶられるわ。そして、古典作品に挑戦してみたいけど、どれから読めばいいかわからない人。知名度も高く、物語の構成がしっかりしているので、古典入門としても最適よ。なるほどな。ただ怖いだけじゃない、現代にも通じるテーマがあるのか。がぜん、興味が湧いてきたぜ。それじゃあ、物語の世界の入り口へご案内するわね。革新的なネタバレはしないから安心してちょうだい。物語の語り手は、若く才能豊かな科学者、ビクター・フランケンシュタイン。彼はスイスのジュネーブ出身で、裕福な家庭に生まれ、愛に満ちた幼少期を過ごしたわ。彼はドイツのインゴルシュタット大学で自然科学を学ぶうちに、ある一つの探求に取り憑かれるようになるの。それは、生命の起源の謎を解き明かすことだった。生命の起源か、なんだか壮大なテーマだな。神の領域に踏み込むような話じゃないか？その通りよ。彼はその野心と才能のままに研究に没頭し、ついには死体に生命を吹き込む方法を発見してしまうの。昼も夜もなく研究室にこもり、様々な場所から集めた材料で人間を作り上げようとするのよ。そして、11月のわびしい夜、ついに彼の創造物が産声を上げる。身長は約8フィート、およそ240センチ。ビクターは完璧な人間を作るつもりだったけど、生まれたのは、黄色い皮膚、水っぽい目、黒く長い髪、真珠のように白い歯。それらの調和は完璧であるはずが、全体としては人間とは思えぬほどおぞましい姿だったわ。うわぁ、自分で作っておいて、その反応はひどいな。理想と現実のギャップに恐怖したビクターは、自分が作り出したその生き物を見捨てて、部屋から逃げ出してしまうの。これが、全ての悲劇の始まりだったわ。見捨てられた怪物は、生みの親であるビクターに名前さえ与えられなかった。彼は森へと逃げ込み、そこで初めて世界に触れるの。火の温かさ、木の実の味、鳥のさえずり。
彼は純粋な赤ん坊のように、一つ一つ世界を学んでいく。しかし、その醜い姿ゆえに、人間たちの村では石を投げられ、追い払われてしまうのよ。見た目だけで判断されるなんて、あまりにもかわいそうだぜ。彼は何も悪いことしてないのに。やがて彼は、ある貧しい家族が住む小屋の物置に隠れ住み、彼らの生活を覗き見るようになる。盲目の父親と、その息子、娘。彼らの間には、貧しいながらも深い愛情があったわ。怪物は、彼らの姿から人間の愛情や言葉、文字を学んでいくの。そして、夜中に彼らのために焚き火を集めるなど、密かに手助けをする。彼はこの家族の一員になりたいと、心から願うようになったのよ。そしてある日、彼は勇気を振り絞って、盲目の父親が一人でいる時に小屋を訪れる。目が見えない父親は、彼の優しい言葉遣いから、彼を親切に迎え入れてくれるのだけれど、うまくいきそうじゃないか。でも、ってことは、そこに息子たちが帰ってきてしまう。彼の姿を見た息子は恐怖に叫び、彼を追い払ってしまう。唯一の希望だった家族にさえ拒絶され、怪物の心は深い絶望と、自分を作り出したビクターへの憎しみで満たされていくの。そして怪物は、自分をこの世に生み出し、孤独に突き落とした創造主、ビクター、フランケンシュタインを探し出すことを誓う。ここから、二人の長く、悲しい追跡劇が始まるのよ。この本の魅力はたくさんあるけど、私が特に、これは読む価値あり、と思った革新ポイントを3つに絞って解説するわね。まず1つ目は、常識を覆す、怪物、の知性と悲哀、よ。多くの人が抱く、フランケンシュタインの怪物、のイメージは、言葉も話せず、知性もない、ただ暴れるだけの存在だと思うわ。でも原作の彼は、非常に理性的で、雄弁なの。彼はビクターに再会した時、自らの孤独と苦悩を、感動的なほど巧みな言葉で訴えかけるのよ。ただのモンスターじゃないのか。どんなことを語るんだ？例えばこう言うわ。私は慈悲深く、善良だった。不幸が私を悪鬼にしたのだ。私を幸福にしてくれれば、私はまた有徳の人間になれる、と。彼は愛を求め、幸福を求めていただけなのよ。彼は独学で言葉を学び、若きウェルテルの悩み、や、プルタルコス英雄伝、失楽園、といった書物を読んで、人間の感情や社会、善悪について深く考察するの。その知性は、並の人間をはるかに凌駕しているわ。そんなに賢いのに、誰も彼の内面を見てくれなかったのか。切なすぎるな。そうなの。この物語の最大の悲劇は、彼が誰からも、生みの親であるビクターからさえも、内面を理解されず、ただ外見だけで、怪物、と決めつけられてしまったことにあるのよ。二つ目のポイントは、創造主ビクターの傲慢と、放棄された責任、よ。彼は生命創造という神の領域に足を踏み入れた。その動機は純粋な知的好奇心と、医療を成し遂げたいという野心だった。でも、彼は自分が作り出すものへの、責任、を全く考えていなかった。生まれた生命が醜いと知るや否や、恐怖のあまり彼を見捨てて逃げ出してしまう。これは、親が子を捨てるのと同じ、許されざる行為よ。確かに、自分のやったことの結果から目を背けてるだけだよな。あまりに無責任だ。物語が進むにつれて、怪物が引き起こす悲劇は、すべてビクターの無責任さが原因だと分かってくるわ。怪物はビクターにこう懇願するの。私と同じくらい醜い、連れ合いを作ってほしい。そうすれば、二人で人里離れた場所で静かに暮らす、と。切実な願いだな。ビクターはそれを受け入れたのか？彼は一度は承諾するけれど、途中で、怪物の種族が増えるかもしれない、という恐怖に駆られ、完成間近だった女性の創造物を破壊してしまうの。これが決定的な引き金となって、怪物の復讐劇はさらにエスカレートしていくのよ。ここがこの物語の深いところでね。怪物の行動は恐ろしいけれど、その根源にはビクターの拒絶と裏切りがある。読者は次第に、一体どちらが本当の怪物なのだろうか？と考えさせられるの。そして三つ目が、ゴシック小説としての圧倒的な魅力、よ。ゴシック小説というのは、18世紀後半から19世紀にかけて流行した、怪奇や幻想、ロマンスなどを特徴とする作風のこと。フランケンシュタインには、その要素が見事に詰まっているわ。嵐の夜に行われる禁断の実験、スイスの雄大で荒々しい自然、北極の氷に閉ざされた極限状況。こうした舞台設定が、物語の恐怖と孤独を一層際立たせるの。なるほど、雰囲気作りがすごいんだな。ただ話が怖いだけじゃなくて、情景が目に浮かぶようだ。メアリー、シェリーの自然描写は本当に素晴らしくて、登場人物たちの心情と風景がシンクロしているの。ビクターが苦悩する場面では、決まって天候が荒れ、自然が牙を剥く。逆に、穏やかな気持ちの時は、美しい湖畔の風景が描かれる。この美しくも厳しい自然の描写が、人間のちっぽけさと、それを超えようとするビクターの傲慢さを対比させていて、物語に圧倒的なスケールと深みを与えているのよ。ふむふむ、本の凄さはよくわかったぜ。で、この200年以上前の本を読むと、俺たちの人生は具体的にどう変わるんだ？良い質問ね。この本から得られる学びは、現代にこそ重要かもしれないわ。まず仕事や科学の面では、
知識や技術には責任が伴う、ということを教えてくれる。ビクターは知的好奇心だけで生命を創造し、その後のことを全く考えなかった。これは現代の AI 開発や遺伝子操作にも通じる問題よ。私たちは新しい技術を生み出すとき、それが社会や人間にどんな影響を与えるか、倫理的な側面を常に考えなくてはならない、という継承なの。なるほどな。技術の進歩だけに目を奪われちゃいけないってことか。作った後のことまで考えるのが大事なんだな。次に対人関係の面では、偏見がもたらす悲劇と他者理解の重要性を教えてくれるわ。怪物は、ただ醜いというだけで、誰からも話を聞いてもらえず、怪物として扱われ続けた。もし誰か一人でも、彼の外見に惑わされず、彼の知性や優しさに気づいていれば、物語は全く違う結末を迎えていたかもしれない。これは、私たちが日常生活で、人を第一印象や肩書きで判断してしまうことへの戒めでもあるの。見た目で判断しちゃいけないって、頭では分かってても、なかなか難しいよな。でも、この話を聞くと、本当に気をつけようって思うぜ。そして、孤独が人をいかに変えてしまうか、ということも痛感させられるわ。愛情や共感を全く得られなかった怪物が憎しみに囚われていく姿は、社会的なつながりの大切さを物語っているの。そして最後に、人生観そのものについても考えさせられるわ。ビクターは名誉や偉大な発見といった、非凡なものを追い求めて破滅した。一方で、怪物が求めたのは、ただ一つ、自分を理解してくれる仲間と、穏やかに暮らすというごく平凡な幸福だった。この対比を通じて、作者は私たちに、本当の幸福とは何かと問いかけているの。壮大な野望よりも、誰かと心を通わせる日常の方が、ずっと価値があるのかもしれないな。そうね。この物語を読むことで、私たちは科学とどう向き合うべきか、他者とどう関わるべきか、そして自分にとっての幸福とは何かを、深く見つめ直すきっかけをもらえると思うわ。さて、今回の本のまとめをしましょう。良かった点は、やはり200年以上経っても色褪せない普遍的なテーマ性ね。人間の本質を鋭くついた物語は、読むたびに新しい発見があるわ。それから、登場人物たちの心理描写の巧みさ。特に怪物の苦悩や怒りの表現は圧巻で、感情移入せずにはいられないわね。注意点としては、古典なので少し持って回った表現や、現代の感覚からすると展開がゆっくりに感じられる部分もあるかもしれないわ。でも、その重厚さこそがこの作品の魅力でもあるの。じっくり腰を据えて読むのがおすすめよ。なるほどな。つまり、フランケンシュタインってのは、ただのホラー小説じゃなくて、って教えてくれる、超哲学的な物語。見た目で判断する前に、相手の心の声を聞くことの大切さが、骨身に染みる一冊だな。って感じなんだな。その通りね。素晴らしいまとめだわ。この本が気になった方は、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてね。あなたの価値観を揺さぶる一冊になるかもしれないわ。このチャンネルでは、これからも皆さんの知的好奇心を刺激する本をたくさん紹介していきますので、チャンネル登録と高評価もぜひお願いしますね。それでは、ご視聴ありがとうございました。